もう今後ナイフを積極的に山とかで使いに行く機会ないし、どんどん減っていって、手元でいるナイフがそんなにないから新しいナイフ必要ないと思っていたのですけれど、最近、もうほとんど突発的に、取り寄せたナイフ、紆余曲折あって運よく届いてくれたということで、日頃、ほとんどやらないというか、自分も含めて、ほぼ恥ずべきものだと思っている、箱出しのテーブルトップナイフレビューなるものを、やってみようかと思います。届いてくれたナイフがこちらのナイフでして、メーカーが、えっ、と、あまり、メジャーではないのですが、こちらのナイブズ・オブ・アラスカという、メーカー、アメリカのメーカーです。で、モデルが何だったっけな、要するにカナディアンベルトということで、僕の中で蹴りがついちゃってるんですけれど、まあ、シースナイフ折りたたみでなくて、パカッとなっているこのような、ユーコンか。ユーコンのさらに、ユーコンにもついた。まあ、ユーコンというナイフになっております。まあ、まずこのくらいにしておきまして、出しておくか。すげえ変な形をしているということで、えーこれは何だということなんですが、このナイフを注文した理由、しかも急いで注文した理由というものが、これの、オリジナルのさらに廉価版に相当するナイフというのをこのズタボロな感じで、結構長いこと使っていまして、歯が痩せ細ったものも含めて今こうなっているんですけれども、えっ、と、そしてこれが個人的にはとても気に入ったので、もちろんオリジナルの方に、興味はあったんだけれど、どうも、国内、直接、注文して海外発送という必要があったし、あとちょっと、ちょっとなという感じがあったので、見送っていたというものがあり、しかし、オリジナルでもない、こちらのコールドスチールの廉価版でもないものとして、同じような形状のラインナップとして、こちらの今回入手したナイブズ・オブ・アラスカのこういうモデルがあるっていうことはずっと知っていて、気になっておりまして、えっ、と、うん、まあその状態がずっと続いていたのですけれど、最近ひょんな、形でそのナイブズ・オブ・アラスカのウェブサイトを見たら、ページが、エラーを吐きまして、この会社潰れるんじゃないかと思って焦り狂って無理やり注文を入れ、でも、どの通販サイトも、えっ、と、その、会社本体のウェブサイト、ショッピングサイトも機能していないような状態で、さらに、他の、通販のアメリカのナイフのサイトえで、品切れアウトオブストックになっていて、仕方なしに、入庫があったら発送してくださいっていう手配をかけて、ダメ元で待っていたら、今届いたと。めちゃくちゃですが、まあ、そんな形になっています。そして、まあ、何から、話せばいいのか、とりあえず届いてくれて嬉しいんだけど、どうしようかなということも含めて、最初にこのカナディアンベルトナイフなるもの、うん、えっ、と、なぜこんな変な形をしているのかということをちょっと自分なりに、話してみようかと。まずこれ、あまりにもへんてこな形をしているんですよね。まあ、これを、このコールドスチールの方をベースにしてしまうんですけれど、ハンドルの形がわけわかんないです。なんでこんな、幾何学的な、雲型定規と定規を適当に組み合わせて作ったような、なんかいわば抽象的な形をしていまして、それに対してさらにおかしな角度でブレードが、こういう風に接続して、出てきているみたいな形になっています。はい。僕これ見たときに宇宙人かこいつ、違うわ。これ、とりあえず興味があって、
て手に取った後、これ考えた人は宇宙人だと思って、今もそう思ってるんですけれど、でもその幾何学的なわけのわからん、エルゴノミクスっていうと、大抵なんかフィンガープリントに合わせたような、形をしていることが多いんですが、そういうものを無視した幾何学的な形状を手に持って見たときに中ではまるというこの感じを持って僕は当時、これ考えた人宇宙人だなと、思ったという、経緯です。で、珍しくこの、まあこのカナディアンベルトナイフ、誰から勧められたか、どういうきっかけで、この最初の1本、とりあえずオリジナルは高いからこっちを買ってみようという形で注文したのか、覚えていないんですけれど、このカナディアンベルト関係の最初に買ったというか、ほとんど唯一のナイフだったものが、このコールドスチールのカナディアンベルトナイフで、そちらの方が、当時、日本の通販サイト、シェフィールドだったと思うんですけど、1200円くらいだと思います。今、多分、今いくらするか、ちょっと見たくないくらいになっていますが、それくらいで、変えてしまって、鋼材は後で調べたらスイスアーミーナイフと全く同じ、いくつだったかな、これだけは調べておいたんだ。カモン。よいしょ。そうだ、1.4110 っていう、鋼材の、ドイツ語バージョンみたいな名前ついていて、スイスアーミーナイフと、同じ鋼材だから、刃持ち良くないんだけれど、さっさと研げる。あと、ダメージを負ってもすぐ、戻るみたいな感じだったので、1200円相当だし、何の問題もないという感じで使っています。で、何が使いやすかったかっていうのは、本当にテーブルトップレビューっていうのが、めんどくさいのは、実際にやっぱり使っていて何かをしている状況でもってしか、やっぱり、そしてそれを使った、ものに対してどういう状況で使ったかみたいなことがないと結局、これ使いやすいの、使いづらいの、えどんな操作をしてどんなパフォーマンスが出ていった時にそれに対してあなたはどう思ったのみたいなことが全然出てないからややこしいんですけれど、こちらの場合、ハンドルがとにかく持ちやすかったということが最初に挙げられます。というかそれくらいしか言えないので、そして一番最初に目立つのはここの、ハンドルのスパイン側のカーブというものがありまして、そこに手のひらのパームのくぼみというものをパコッと当てます。そしてその次に薬指じゃなくて小指と薬指をこの直ストレートになっているところに置きます。そしてここでパームの、くぼみとこちらのハンドル、スパイン側のハンドルのラインを合わせます。ここが基準になります。だからこれでもよくて、この2本の指、薬指と小指で、このストレートな部分をちゃんとクリップして、パームに合わせて、絞ったりするのかわからないけど、このようになったり、そこからのいろんな、持ち方のバリエーションとかに派生して、でも、ここのストレートのエリアから、小指が離れることになってもすぐ戻ってくるみたいな、いわばホームポジションみたいなものがあって、そこから先でここのなんかこうやってくぼんでしまっているエリア、そして全体から見てもこうやって絞り込まれているこのエリアのところで人差し指と、中指と親指でどうやって持つかということを決めて、その上でここにある、よいしょ、この角度がいいのかな、対象物に対してどんな風にアプローチしていこうかとか、いうことになっていくということで、僕が、この、ハンドル通じて言いたいことは、とにかくここの、なんだったっけ、小指とグリップする手の小指と薬指をホールドする場所がストレートなエリアとして決まっていて、そこでここのパームに合わせるカーブがあった上で、
このように持ちに行くことができるっていう、この設計思想についてとりあえず、僕はこれが好きなので、これについてなんか喋ってみたいと、思っているという感じです。この、設計思想については、他の、それこそ今回注文したナイブズ・オブ・アラスカにしても、ここのストレート部分がある、そしてそれに対応するこんな風になっている、いわばくちばしなのか、なんというか、に見えなくもないみたいな、このエリアがあるみたいなところからなんか S 字形状を持ってブレードが続いているっていうこと自体は、派生も、半コピーモデル、不完全コピーモデルと、モディファイモデル、共通しているということで、これを考えた人間が宇宙人だったということで、その人のお名前が、D.H. ラッセルさんとおっしゃるみたいです。そして、このナイフのオリジナルというものを、その D.H. ラッセルっていう、宇宙人な人が、グローマンっていうカナダのメーカー、ニューヨークの北東の方にある、ノバスコシアとかいう、島があって、そこでやっているメーカーだったと思うんですけれど、そのグローマンっていう会社の方にデザインしたものをこれでプロダクト化してくれないかという形で依頼して1950年代にできたものとして、これの元の型というものがあるというのが、大体そんな、理解でいいだろうという形で、この形状が、誕生したということでいいと思います。で、オリジナルのナイフの方については、まず、このハンドル、材質が違います。これは本当にマスプロだからコールドスチールですし、安くしてむちゃくちゃ出して、そして、っていうことができるから、プラスチックができたんですよね。これ内側のタングがどういう風になってるか、多分このくらいまでしかないんだろうと思うんですけど、プラスチックっていうのはむちゃくちゃ、考えようによってはすげえメリットがあるんですが、オリジナルはウッドになってます。そして、どこまで届いていたかな、ハンドルの大体のこのカーブとかストレートとかこちらの様子というものは、やっぱ微妙に違うんですよね。そしていい感じに見えるんですよね。ということはさておきとして、どこまで前端までこのウッドのハンドルが伸びていたか分かりませんけれど、大体こんなものだとしておいて、そして、タングが、うん、このハンドルの、ポンメル側まで見えている、おおよそのところの、フルタング構造に近いものだったと思います。でも、このハンドルが細身なので、本体が軽いんです、これ。これに至っては 28g くらいしかなかったかと思います。多少研ぎ減った後だから何とも言えませんし、この場合はプラスチックはもうブレードのタングがこのくらいしかないとしたら、さらにプラスチックハンドルになっちゃってクソ軽くなったということなんですが、そういうことが、起きてしまうくらい、オリジナルの方もサイズに対して、重い部類には入りません。そしてオリジナルのハンドルの厚さがわからないんですが、こちらのカナディアンベルトもこのくらいあるので、せっかく、ルーラーがあるのにっていう感じで適当に調べてみると、15ミリくらいかな。参考にもなりませんが、そしてスケール持ってくればよかったのに持ってこなかったんですけれども、もうシェイプが細身なので見た目よりもずっと、軽くなっていて、ウッドだから重くもならないし、その上で、どこにあったっけ、ここだ。オリジナルは、これとは、若干違ったと思うけれど、シースがついていて、折りたたみ機構のないシンプルなシースナイフとしてオリジナルが出ているという感じだったと思います。で、そしたらここにあるこれは何かという話になるんですが、やっぱり時々発作的にオリジナル欲しいなと思うことがあるんです。やっぱり、コルシール1200円だから、例えば、ここの滑り止め、むっちゃくちゃいい加減なので、もう少し細かいギザギザでさ、やってくれたらかっこいいし、実際にグリップもする。これガタガタするだけで実際、っていうところだったり、あるいは、もう、ちょっとなっていう、
まあもともとあまりブレードの仕上げにこだわらない、まあそしてそれでも構わない、そしてむしろ今際立ってるのは研ぎサボってることと研ぎがもともと下手くそだったことっていうことになっちゃうんだけれど、オリジナルとやっぱ微妙に形が違うんですね。ちょっと無理やり拡大しちゃった方がいいのかな、画面でかくするために。まあこのくらいに、してしまうんですけれども、それでも確実にこれとは違うグローマンのオリジナルとコールドスチールどちらにもほぼ共通していると言えると思う点としまして、ここのさっきグリップの時に、今僕が、気に入ったってわめいてたここの、小指と、薬指をクリップするストレートゾーン、これを前方に、まあこの、画角から見て前方にそのまま移動します。ちょうどいいものがあったから、こういうふうに移動していきますと、よいしょ。その先に、よいしょっと。これでいいのか。ここと当たるんです。ブレードの一番根元が当たります。そして、これは、コールドスチール版と、このオリジナルの違いがあるのかどうかわからないけれど、そしてこれは研ぎ減った結果、そして、こうやって傾けようによってはそう見えなくもないんですが、今ここになんかこういう、こういう、ところがあるんですが、ここのストレートラインそのままで、こういう形で、このブレードの根元から、刃がこちらの接線方向っていうのかなという方向にスタートして、そこからカーブしていくということをはっきりとオリジナルのグローマンの、シースナイフ型の、モデルスタンダードモデルはそれはっきりと意識してるんです。今、これが、研ぎ方むちゃくちゃなせいなのか、そこをコールドスチールがモディファイして、ここのポイントは合ってるけど、立ち上げ角をちょっとこういう風につけた形で製品化したのか、今まで僕気がつかなかったんですけれども、そのあたりはわからないんだけれど、はっきりとこういう方向でスタートしてからカーブが始まる。このカーブがどういう曲率になったり、塩梅になったりするかっていうのはわからないんですが、そこから先の今、エッジも、もう少し、まあ、この研ぎ減ってるコールドスチールと比べるのもあれですけど、結構膨らみ加減のリーフということで、これも、発想上、まるで、どういう脳みそからこの、ハンドル形状を考えたのかわかんないんだけれど、そこからは、こう立ち上げるんだっていうのを、抽象的なところからくっつけたような感じで、リーフ形状がこちらの方に伸びていっています。これは、この研ぎ減ってしまったコールドスチールと対比してっていうより、本当にオリジナルを買えばよかったじゃん、バカということなんですけれども、そこは徹底しているので、やっぱりオリジナルとは違うし、改めて画像を見るとオリジナルのコンセプトがはっきりしてるなと思ったりするところでもあります。で、そこまで言うならっていうことで、さっき、話脱線して今の流れになっちゃったかもしれないんですが、グローマン、時々買おうかなと、オリジナルあった方がいいじゃん、これこんな使いやすかったし、こんなわけのわからん形してるものの、さらに開発者本人のオリジナルモデル、やっぱこれはこれで、細部とかあちこち、むしろプラスチックハンドル軽くなったり、防水 OK になったり、っていう形で、プラスな面もあるものの、コールドスチール、シースもしょぼかったし、思いっきり振れば抜けるものだったし、鋼材も水酸網ナイフだと思えば納得できて、それならそれで使い方はあったけれど、っていうところもあったから、オリジナル手に取ってみたいなということが時々起きていて、その都度やっぱり引っかかっていたのが、グローマンの、オリジナルのカナリアンベルトナイフ、鋼材表記がまずなかったんです。はい。ただのステンレススチールと書いてあった。そういうことを、グローマンのオリジナル取り寄せたいなと思ったのは、それこそは10年やそこらじゃ聞かないんですが、その時点からそうで、その時点においてその鋼材表記名で済ませるっていうこと自体、ちょっとすでに若干時代遅れなんですよね。そして価格設定がそこそこ強気だった気がします。
今、このユーコン、死ぬほど円安になってる中、晩やむを得ない感じで、120ドルを無理やり出して買いましたけれど、ただの、貼り合わせの鋼材もわからない、このくらいのサイズの、ナイフに対して、ほとんど同じような、価格設定が当時からなされていまして、これはレジェンドとか定番とかいうことを含めてもちょっと納得できる値段ではないというのがグローマンに対して持ったイメージの正直なところでした。だから、オリジナルのデザインを忠実にまだ再現しているというメリットはあるんですけれども、プライシングと鋼材に納得できなかった。あと、シースナイフということで、まあ、シースがついていて、新しく届いたナイフにもこのようなシースがついているんですが、これについても、これは、まあ、このナイフ本体の方に話が戻ってくるようになったらなんか話そうと思っているんですけれども、やっぱシースが気に食わなかったということがどこかあるということで、その都度、グローマンの本体から、オリジナルを、取り寄せるということを今もしていないという状態になっています。で、そしてなぜこれがあるかというと、そういうふうに、言ってはやめて、言ってはやめてっていうのを繰り返している間に、一度この、フォールディングナイフバージョン、カナディアンベルトナイフのフォールディングナイフバージョンに当たるものが、ディスカウントで、メーカーの、ウェブサイトに出ていまして、ちょっとお得かもなぁと思ってしまって思わずポチったものがこれになります。モデル名が 300S とかいうものらしくて、まあ結局使っていないからこのざまなんですけれども、まあこのカナディアンベルトのをフォールディングナイフでも使えるようにしようとしたバージョンのナイフということになります。これがアホみたいな、まあ値段で出ていたので、まあそれならいいか的な感じで、本当にだからある意味僕の購買感覚、どこか間違っているんですけれど、まあそれで購入して取り寄せたんですが、買った時から分かっていたんですが、なぜ安かったか。ファクトリーセカンドだったからなんです、これ。はい。まあ、これの使い心地は後回しにしてしまって、まあ話だけしてしまうと、なぜ、そしてどこがファクトリーセカンドだったかというと、パカッと開けた時に、ガタつきました。今も、ごくんごくん、今僕のこの左手側、響いているんですが、ごくんごくん言いました。あとはこちら方向にも今もガタン、ガタン、ガタンって言うんですよね。フォールディングナイフの、仕上げ状態としては、これは相当に、まあ、ファクトリーセカンドになるし、普通の製品としては出せないよなという、ことでして、さらに、今の、この型付き状態よりもさらにひどい状態でした。はい。そして、まあ、それもあって、いろいろなんか面白い点はあったし、これはグローマンが作ったフォルダーのバージョンだということで気になる点もあったけれど、まあ、以後使わずに、昨日まで、お蔵入りしていたというのがこのグローマンの 300S になります。で、ファクセカの何がダメだったか、そして、今なぜそれがちょっと変わっているかと言いますと、まあ、ここのブレードとボルスターのとこの、このピンを返したカシ目がおかしい、そしてそれが緩んでいるなら、こういうもので無理やりここを締め込んでしまってはどうかという措置を、暴力的に、昨日かおとついやらかしました。そしたら、それで少しマシになりました。はい。ガタガタグラグラプラプラでカターンって入っちゃうものが、むしろこういうことをやってしまった後に、ちょっとかえってきつくなりすぎまして、こうやってまあバックロックなので、ここを押してレバー解除してこちら側が浮き上がるからという感じでロックを解除する。今までここからある程度のところまでいったパタンってしまったんですが、それが閉まらないっていう感じで、ここのフリンクションがちょっと強くなっちゃいました。それなので、ここの、スターリングシルバーの境目にあるこのピンの方を今度はこの上から適当にガンガンぶったたきまして、そこらにあったヤスリの、みたいなもので、
それでちょっと、これでごまかせないかな、みたいなことをやって、でも、ここの戻りが、ここで止まっちゃうみたいな感じになって、ここの6番のスプリングで十分なところまで戻るっていうことが、今度、ここのテンションが強すぎるようになってしまって、できなくなってしまったという感じで、まあ、前ほど使用時のガタつきでもってどうしようもなくイライラするということはなくなったけど、戻すときに不安になったかなという感じです。で、よいしょっと。まあ、オリジナルということで、グローマのオリジナルの、こちらなんですが、結論から言うと、本当にあの時に、今こんなにクソみたいな、円安になるくらいならば、オリジナルを1本、手術が納得いかなくても、鋼材納得いかなくても、オリジナルを1本取り寄せておいた方が良かったかなという結論になっています。その理由としては重くなりすぎるんです。これ、すごく、これ最初に見たときに爆腕点を思い出したっていうくらい、ハンドルが分厚く、がっちりしています。で、このライナーとボルスター一体成形になってないだけで、本当に作れが昔ながらでハンドルもでかくて、その分すごくゆとりがあって持ちやすくて、この小指からっていうこの立ち上げの様子もここで絞り込んでポジションを作るという点も変わっていないし、その先でこうやって何かに効かせてっていう発想とか、時にはこういうハンマーグリップをしてとかいうことも変わらないんだけれど、オリジナルはこれよりも絶対にはるかに軽いはずだし、ここの、ハンドルラインとブレード形状のつながりについては、このフォールディングナイフという形状に、落とし込む性質上妥協せざるを得ないというところがあって、忠実にモディファイするというわけにはいかなかったというふうなことになってます。なので、これはこれで持ってみると、悪くない感じだし、鋼材の方は結局のところ、ただのステンレスと書いてあった、このグローマンのステンレス、スイスアーミーナイフのこれと同じ1.4110系のものだったので、そうと分かれば別に使えたということなんですが、いかんせん、日常使いするにはちょっと分厚いかなと。はい、3ミリ圧がテーパーされずに前方まで伸びている。さらに、フルフラットでないこのグラインドハイトで、こういう持ち方をするので、リンゴには若干、よいしょ。よいしょよいしょ。ワン、ツー、スリー、よいしょ。どこだどこだ。10センチから数えたところで、ブレードの長さ自体が10センチないので、迷うことなくリンゴをバカーンとかやるサイズではないし、それができる分厚さでもないしということなので、そしてこの、テーパーがない元々の分厚さとグラインドが手伝って、そこそこのハードユースになるかユーティリティ用に、なるんだけれど、この用途ならこっちの方がある意味ずっとパフォーマンスが高い。なぜなら軽いから。そしてこの折りたたみ形状にするために、これ確か 200g 近くあるんじゃないかなと思うんですけれど、こんな重い必要ない。オリジナルはもっと軽いはずだと。オリジナルが 100g 超えることはほぼ確実にないと思う。元々の分厚さ、ブレードの厚さも、薄いはずですし、薄いと思った理由は、後で話すんですけれど、それ含めて軽さも含めた取り回しでこの形状をしていることに意味があったので、やっぱりこれは失敗だったかなと思ったと。そして今、このカシメあたり、ガタつきが多少無理やりマシになっている状態で、そしてブレードを戻した時のここをちょっと気をつけなければいけないということを割り引いた上でも、やっぱりこれは、グローマンのカナディアンベルト形状としては、オリジナルの方が格段にいいだろうなというのが今これを思った後の感想です。あとちなみにバックロックは使うのがすごく久しぶりだったんですけれど、普段僕慣れちゃったのはこの、ライナーロックで、パカパカパカで、収まるのですけれども、これ、同じようなワンハンドオペレーションをこれでやろうとするならば、例えば右手で足がここに立っていたとして、
刃をその足の外側に向けた状態でボタンを押し、ここにコンと開けてでロックを解除して、ここの持ち手を変えて、こうやってくるっと刃の方を足の方に当てながらパタってやるとしまうことができるっていう、やり方がありまして、これがバックロックのフォルダーの、ワンハンドでの締め方の一つになっているんですが、現在このナイフ、カシメがおかしくなっちゃった。もともと、ファクセカで届いていたところで、ちょっと硬くなっちゃったから、それもできないので、これを使うときは、ここをはっきり押して、おいしょってやって、対比させてからバチって絶対に締めたっていう状態で、運用することになるのかなと思います。あと、フォルダーとしてちょっと良くないなと思った、フォルダー化にすることがちょっと無理があるかなと思った理由なんですが、少し開けるとすぐにこうやってポイントが出てきてしまいます。もう少し拡大すると、もうこれくらいで出てきてしまうので、これは例えばここの線に爪を合わせて、例えばこのくらいのラインまで研ぎ減ったら、この完全にクローズした状態で、ここのポイントがこのブレードのハンドルの中に収まらずに、突起部がここに飛び出してきてしまうということを意味します。ということで、これを何とかするためには、このハンドルの内側のどのあたりかわからないけど、どっかを削り落とさない限り対応できないし、それがあまりにちょっと早すぎるんですよね、これ。なのでデザイン的にもちょっと、カナディアンベルト化をフォルダー化することは無理があったのかなということで、しかし何をやりたかったか、あるいはグローマのオリジナルを、作り続けた後、フォルダー化するにあたって何を考えたかっていうのはなんとなく伝わるっていう感じで、親指もこういう風に当たるし、当たったところの様子をどうやって映せばいいのかわかんない。よいしょ、ズームアップすればいいのかな。ペンと。ということなので、1倍に戻そう。あまりに画像が悪い。参考にはなるけど重すぎて日頃の、自宅周りの雑用には向かない。あるいはちょっと荒ごとになると分かってる場面で持ち出して、しかも、スイスアーミーナイフと同じだから多少ブレードが傷ついても構わない場面に持ち出して、使って傷ついた後からさっさと補修できるっていうメリットのもとで出してもいいかもしれないけど、それにしても重すぎるみたいな、ところになってしまっているということで、オリジナルの方のグローマンのしかしフォルダーバージョンというものに寄り道して、でも無だったというような、過程があったということになります。はい。もう32分になってしまっているし、話しておいた方が良さそうだと思ったことをある程度メモったつもりではいるんですけれども、そうだった。グローマンが気になっていた理由というものがカナディアンベルトという形状とは別に、存在していたということがあります。グローマンはおおむねすごく雑な、理解で言ってしまうならば、DH ラッセルと組んでカナディアンベルトを出した時から、メーカーとして、いわばポピュラーになったみたいな言い方をすればいいかと思うんですが、その当初からこの、オリジナルのカナディアンベルトをベースに、それを若干細身にした、トラウトバードっていうモデルと、今度はこのハンドル形状が、このような、奇妙な形であることをやめてしまって、ハンドルをストレートにしてしまったグローマンが、カナディアンベルトを出しているグローマンがハンドルをストレートにしてしまったモデルとしてのボートナイフというものが存在します。そしてそのボートナイフの方、オールドタイマーの、軍隊とかで使われていたケースがあったかなかったかということがあるらしく、そして、それを使っている方の動画というものを YouTube で見かけて、興味を持っていたという、背景がちょっと並行していたりします。その中身というもの、あるいはその動画を見るきっかけだったんですけれども、2001年です。11年か、11年。東関東大震災が起きました。そしてその後、
余震がぐらぐらし続ける3月に、地震があったのに、5月になっても、部屋干しの、洗濯ばさみが揺れるような、余震が、ガンガン繰り返されるようなことが起きているようなことが起きた、311の後で、それに遡る数日前、あるいは1週間前からずっとその近隣の、地震活動が危険なレベルに達していたということを、図式込みで前もって警告を発してくれている人というものが、いらっしゃったわけです。そういう方がいらっしゃって、専門家の方だったり、陰謀論の方だったり、いろいろだったけれど、物理的に、観測されちゃってる出来事として、ガーンゴーンバンボンみたいな地図見ながらとんでもない時系列経過している様子というものは、見る人見りゃ、なんかちょっと、おい、いくらなんでもということでわかるわけで、それを素人目で見ていくらなんでもという形で警告されていた方という方が、YouTube の中に当時いらっしゃって、その内容が分かりやすかったんだと思います。そして、その方の、分かりやすかったから、チャンネルページを見たらナイフのことやってる。そして、あれ、グローマンだ。でも、ボートナイフか、チェっていう感じで見たら面白い使い方をしていたというわけで、どんな使い方をしていたかというと、あらごとで普段、ガンガン使うという形で、グローマンの、カナディアンベルトの延長線かあるいは平行線にあるモデルとしての、ボートナイフをガンガン使ってたんですよね。もうそれこそ、何でしたっけ。小枝、もう、ブランチとかじゃなくて、TWIG、ツイグに近い小枝みたいなものをパンパンやっちゃってた、そこらのちょっとした焚き火の焚き付け用にパンパンやっちゃうのにも使えるし、別に軍用の缶、こうやっといて、カンカンやっちゃえば缶開けて中身をギャギャギャリって開けて食っちゃえるんだよ。だからこれすっげえ、それでもって使いやすくていいものなんだよっていうことをボートナイフに関して、その地震のレポートをしてくださっていた方は紹介していた。そしてその使われ方というのが、缶なんてそんな突っ込んであげたら、そこらのスーパースチールとか硬すぎる、炭素鋼とかはもちろん一発でポイント含めてやられちまうんですけれど、こういう、スイスアーミーナイフみたいなものは、そういう時に一発で刃はやられるけれど、あっという間に刃付け直せるんですよね。ゾリってやれば終わるくらい。それもある程度、前提した上で、そういう使い方をしても大丈夫なものとして、ボートナイフが紹介されていたという経緯もあって、このバックグラウンドがあるとしたら、カナディアンベルトにした場合でも、ステンレスとしか書いてないけど、まだいいのかもしれないなと思いつつ、でもそれでもなんか書いといてくれよ、440C とか、それだけで、あるいは AUS8 とか、それだけでだいぶ違うんだよと思って、オリジナルを買うのをやめてしまっていたと、本当にもう何言っているのかわかんなくなっていますが、そんな感じで、元はオリジナルに興味を持ち、こちらを買ってみて、それと並行してボートナイフを使っていた映像もあって、興味があって、でもオリジナルはお金なくて買えず、フォルダーバージョンみたいなものを買ってしまって、ファクセカであまりテストもできずに、結局、お蔵入りになり、その間もずっとこの、モディファイドバージョンとしてのこれがあることは知っていたんだけれど、こちらはこちらで、手が出ない、あるいは、恋に手を出す理由がないという状態だったということで、ナイブズ・オブ・アラスカの方の、お話に、また脱線していこうかと思います。で、ナイブズ・オブ・アラスカ、カナディアンベルトっていう、単語を調べると、グローマンも出てくる、そして DH ラッセルも出てくる、そして、コールドスチールも出てくる、それと同じ感じで、ナイブズ・オブ・アラスカも、出てきます。
ただし明らかにこうやって見ると形状が違いますし、このメーカー、結構老舗な部類に入るんですけれど、アメリカのナイフメーカーとして、いわばなんというのかな、現場向けみたいな、えっと、作りをずっと変えてないっていう感じがしまして、えっと、例えばハンティングナイフなら、そのハンティングの用途に使える状態になってしまったら、もうそれで安定しているし、そこから先に何か余計なものを加えるとかいう必要がないから、そのまま作り続けるみたいな、ところで、ずーっとモデルチェンジがないようなメーカーです。新しいモデルを発表することもめったにないみたいな。はい。そしてそれらのモデル一個一個なんというか、まあ、武骨と言っていいのかなという部類に属するし、むしろ、精肉加工をするブッチャーさんとか、あの、そういう業務用のものも含めて扱ってるし、むしろそういう業務用の方の視点からこちらのナイフを作っているような、雰囲気がある、ものを作っている。で、しかしその結果出てきたものとして、アルファルフだったかな。何点か、個人的に気になっているナイフというものがあるっていう状態がもう、随分長いこと続いていて、うん。鋼材も変えずにずーっと作っていて、こっちもずーっと興味を持っていいけど、ずーっと手を出すほどでもないみたいな状態が、ずーっと続いているような、関係で、今まで、過ごしてきたという、感じです。そうなった理由というのが、まあ、えっ、と、直ちに買うような、デザイン上の好み含めた噛み合い方を、しているわけではなかったと、いうことと、あとは、やっぱさっきの鋼材問題も含めてなんですが、D2 をよくこのメーカーは使っている。そしてこの、ナイフも D2 なんですが、D2 に対してはちょっとお値段高いかなと。そして海外、発送になってしまうので、送料含めるとそこそこお値段が張ってしまうところに、これかみたいなところがあって、やっぱりためらっていたという感じでずっと見送っていたという、事情があります。これは、中国製メーカーが 440C と D2 を、むちゃくちゃに大量生産して、440と D2 をすげえ廉価にナイフとして使用できるようになった。アホみたいに潤沢に使用して、その分すごく廉価に販売するようになった以前から、これは D2 使っていたし、似たようなプライシングを取っていたということで、その時点からちょっと高いかなと思っていたところへ持ってきて、そういう中国製とかでもって、440C と D2 一般化したのはとってもいいことなんだけれど、あそこまでものすごい勢いでディスカウントされてしまったものを見ていると、そしてそのうちの1本 D2 の、中国製のナイフ、フォルダで試しに1本取り寄せてみて、D2 らしい感じで悪くなかったという感触を持ったということからすると、そのプライシングで、このレベルで D2 を、セッティングできる状況になっていて、あのお値段で、ナブズ・オブ・アラスカ手出すか。あまりそういう気にならなかったという状態が、ずっと続いていたという感じになっています。たとえカナディアンベルトであってもっていう感じです。ちなみに、本当に話があっちゃこっちゃ飛ぶんですが、この、うちにと我々の、環境にあっては、カナディアンベルトは今まで事実上この1本しかなかったということで、これは今も、このように油切ったシースがあることからわかるように、台所の、
まあ、いろいろ、雑物を置く引き出しの中に、シースを入れた状態で、放り込んでいます。これ、かきむきの、刃のないナイフとか、その他諸々の中にシースごとぶち込んであるというわけで、まあ、梱包を解くときとか、あるいは届いた段ボールの、まあ、宅配とかをピーって切っちゃうときとか、あるいは、うん、リンゴや梨が届いたので、皮むきをするとか、まあ、およそ雑用という用途、大体これが台所で引き受けていたようなところがありまして、しかも、まあ、もともと安いし、えっ、と、壊れても直せる刃をしているということで、気安く使えていたという、期間を多分、15年くらい過ごしているかと思います。しかし、この特徴的すぎるハンドル形状、好き嫌いというものがありまして、うちの家族で1名はとても気に入って梨の皮むきならこれを取り出すみたいな感じで、常用しているというケースもあれば、ちょっと指の形状が変形してしまって、こういう指の屈曲とか、いろんな意味でのクリップとかグリップとかいうことが、ちょっと困難なコンディションがあるもう一人にとってはこの特徴的すぎる、ハンドル形状で、まずこの小指がクリップしてみたいなこの形状というものは、すごく使いづらい、ものだったみたいです。その家族は、これは使えるんですけれど、なんとかして、ここは、なんかムグムグしてカチャッと開けて、これもなんかすげえ前に持っていたり、本人なりの、使い方をしてですけれど、このハンドルなら扱えると言っていて、でもこのちょっと、エルゴノミックではあるんだけど、抽象的っつうかなんつうかみたいな、このハンドルは馴染まないみたいなことがあったので、まあ自宅の中では雑用の位置づけ、になるんですけれど、そんなに、多少人は選んだという状態になっています。あと料理なんですけれども、本格的なものは、全然これでやる必要はない。できないことは、ない、本格的な料理というのは野菜刻んでポトフにする程度でしかありませんけれど、しかもただ圧力鍋ぶち込むだけの、具材切るだけでいいポトフ程度のものですけれど、全然これでも、できなくはないんだけれど、これでやる必要はない。ちっちゃい、それこそ12センチくらいの、包丁の方が、間違いなくいい仕事をするし、これと同じサイズならこのグラインドでないもう少しフルフラットに近い先端のテーパーももう少しはっきりした、よいしょ。例えばこれくらいテーパーして、これくらいのフルフラットのグラインド幅があるものの方が、野菜とか肉とかは、ある意味、特に野菜とかは、割れずに切りやすいみたいなところがあるので、本当に雑用としてとても使い勝手が良かった感じです。あと、これの用途としては、届いた新聞紙を、2の4の8等分にして、大きめの A4 版くらいにして、山積みにしておいて、それを、あの、野菜のヘタとか、使わない部分をくるんで生ゴミの方に捨てるっていう感じで新聞紙を、時々ザカザカ切ってるんですが、これでやってしまうことが多いです。その時はもう、ザゴーという感じで、新聞紙、今手元にないですけれど、折り返しをこっちにしといて、これでザッカ、ゾリゾリゾリ、ボリボリって切っていけばいいということで、新聞紙も結構、歯に負担がかかるから減っていくんだけど、そんなもんしたこと、後で、ババーってやっちゃえばいいやということで、そういう用途でも、台所では使われていたりします。はい。なので、初めからこのそうだ、気になったこととしてすいません、これ不確かなんですが、グローマンのオリジナルのカナディアンベルトの方に、これと対比するのはおかしな話なんですが、グラインド幅というものがブレードの上下幅に対して、これくらいでない、もっと高めのところにあるフルフラット版があったんじゃないかなというおぼろげな
希望的観測かもしれないということではっきりしないんですが、そんな記憶があったりします。というか、ナイフの、フォーラムとかで、このカナリアンベルトが気に入った人、何がいいやんって聞きに来る人、実際どうなのよとか言って混ぜ返す人の会話の中で、このカナリアンベルトとかについても、フルフラットの方が良かねえ用途によっては、フルフラット、別にこれでも使えるぜみたいな議論があったような気がする。そして、さっき料理がちょっと、このグラインドだと、そしてこのテーパーだとやりづらいみたいな話をしたのは、このフルフラットにグラインドをするだけで相当、まあもちろん強度は落ちるけれど、そのあたりの事情が変わってくるということで、グローマのオリジナルの方にフルフラットあったかな、なかったかな、みたいな、ところがちょっと気になってます。というわけで、フルフラットにした場合は、さっきまで言ったこの使用状況というものがまた変わりますし、ここのテーパー前方に行くにつれ、ブレードの、厚さそのものを少し削った尖らせていくようなテーパーをしていなくても、ここフルフラットにするだけでかなり変わるということで、そのバージョンがあったかなという記憶があります。あった場合、僕はどっちを選んでたか、ちょっと、オリジナルを選んだとしたら、どっち選んでたか、ちょっとわかんないし、今でもオリジナルを無理やり買ってしまおうと妄想した場合、相当迷うような気がします。うん。実際、自宅で雑用で使う範囲ならフルフラットかもしれないし、かといってオリジナルにしなかったことを後悔するかもしれないし、うん。だから2本買っときゃいいんだよみたいな、ゆとりの反論を受け付けないことにして、まあ、改めて、本当に脱線しかしていませんけれど、ナイブズ・オブ・アラスカの方へ、まあ、こっちのモデルの方に、まあ、入ろうかと思います。で、さっき言いましたっけ、会社そのものがぶっ潰れてるんじゃないかと思ったから慌てて注文したという話、まあしたような気がするんですが、まあそれに先立ってもともとそもそもその、ウェブサイトを見るきっかけとして、この、カナディアンベルトに関する、素晴らしい YouTube のレビュー動画があったというのが、まあ直接的な今回のきっかけになっているかと思います。もう、レビュー動画の、乗っけからナイフは実際にそれが使われているところをちゃんと記録した上でなければレビューではありえない、そうでないテーブルトップレビューというものをくたばれと明言してからカヌーに乗って罠漁行ってそこで取れた、ビーバーを、解体するシーン、これを見やがれ、そしてこの使いやすさを見やがれ、よっふーみたいなことをおっしゃってる素晴らしい動画がありまして、そりゃそうだよなというところからこのカナディアンベルトの形が出てきて、改めてちょっと思い出したというのが今回の、そしてナイブズ・オブ・アラスカ、ちょっと取り寄せる、きっかけになっています。もうそちらの方のレビューが素晴らしいので、ほとんどはそちら見ていただければ足りるくらいなんですけれども、そして、その方に倣って、こちらの、ナイブズ・オブ・アラスカのユーコン1というモデル、モデルが2つありまして、1と2がありまして、その違いというものが、このスウェッジに、が、本当に刃がついていないか、ほとんど刃がついているような状態かっていう2パターンがあったかと思います。だからスラストとか考えれば明らかにそちらの、尖ってるタイプの方が向いているんだけれど、そのレビュアーさん、僕がすげえいいなこの人と思ったそのレビューさん、わ、本当だ、こういう風に刃を、その方はビーバーの解体だから、内臓側にこのスパインの方を当ててこうやって刃を差し込んでいって、例えばこの、上の層にある、毛皮の方をビリって切って、さらに肉の部分を切り開いていくみたいな作業の時に、ここが切れてしまうと、中の内臓が切れてしまう。そうすると、例えば大腸とか糞があったり、お物が、中の臓物の、包みから、切り離されて、ブシャって内容物が出てきてしまうようなことを防ぎたいので、ここはむしろ刃がついていない方がいいということを、カナダの方かな、レビュアーさんがおっしゃっていて、僕もそのモデルにしているということがあります。
そしてもう思いついたところから話してしまいますけれど、オレンジ選びました。これははっきりとした理由があって、別にブラックのモデルもあったんだけれど、このオレンジ、外で、例えば山とかで、脱落した時の視認性が本当にいいんです。黒とか茶色とか、かっこいい色って、山の中で落とすと、落ち葉があったり、土の上だったりということで、あっという間に行方不明になります。これ、ノコギリを無理やり刺していた段ボールの鞘ですら見つけづらくなったくらいのことがあるということで、いともたやすくそういうことになるということで、その時に視認性のことを第一に考えた場合、鳥獣駆除をされているハンターさんがベストとしてオレンジの、ジャケット、ベストみたいなのを着ていることがよくあるんですが、あれ、オレンジが使われているのは、オレンジが一番、なんというか、山の中でなのかどうかわからないけど、視認性が高いんです。遠くからか近くからか。なので、銃を持って歩き回って、もう、囲い込みとかやっているときに誤射とかやっちゃうとえらいことなので、それを防ぐための色としてオレンジが選ばれているっていうのは、理由があることで、僕も、結局ナイフのシース、ノコギリのシースとナイフのシースを、オレンジのカイデックスにしたんですが、それ以後も、地べたに、ぶん投げておいても、もう確実にわかるから放り出しておけるという感じで本当にやりやすくなりました。というわけで、オレンジのハンドルのナイフというもの自体を今まで持ってはいなかったんですが、もうこれに関しては、もし選ぶとしたらオレンジ一色だし、そして、まさに視認性のためだけにあるような、オレンジだし、そして今持ってみて、これハンドル持ちやすいです。よいしょ。若干のチェッカリングの入ったラバーっぽいプラスチックというか、でも微妙になんというか、ベタつくというか、ほんの少しへこむというか、ABS って言えばいいのか、ちょっと今のところ少しベタつく感じが、消しゴムみたいな、これガシガシやってれば消しゴム的な何かが出てくるかもしれないくらい、いわばちょっと摩擦があってべっとりする感じの、本当に業務用みたいな、感じの、もうグリップのことしか考えてないような、雰囲気があります。これ、スパイダルコのザイテルハンドル、あれ、こっちこっちに硬くて、そしてその、チェッカリングの模様で工夫して、確か、特許取ってるはずなんですが、例えばこういうもの、よいしょ。こんな感じですね。ザカ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 みたいな、こういう形状で工夫しているんだけれど、これは模様で、この放射線状方向に対して抵抗がかかるという意味では、頑張っているんだけれど、素材としてカチコチなんですね。カガンカンカガンカンっていう。ここのところが若干、ゴムに近いような、グリップになっているので、これ自体がグリップがあるっていうところ。なので、ここのチェッカリング自体の方は、なければいい、なくていいわけでは絶対にないんだけれど、主ではなくて、このハンドル材質の方そのものでグリップを担保しに行っているという点で、これすげえ持ちやすいです。こっちがコチコチで、もっとキュッていけないのかって思っちゃうような感じで、これは持ちやすいですね。バランスポイント的には、大した話ではありませんが、大体このくらいなのかな。これは本当に持ちやすいいハンドルだと思います。これ、先行して、このナイフをレビューしてくださった方も、ベタ褒めしていたんですけれど、これは、実際持ってみて納得できます。あと、強度の点、もうピンをバカみたいにガッスンガッスンぶっといものをぶち込んであります。これで脱落させることができるもんならしてみやがれっていうような感じのものを入れてあって、さらにランヤードもどんなものでもぶち込んでこいやっていうような、このバカでかいサイズのランヤードホールがバコーンと開いています。使うも使わないも勝手だけれどっていう。これは、もともと、こういう特異的なハンドル形状をしていると、何でしたっけ。
まあ接着面が狭くなるし、接着面が他の場所に比べてちょっと狭いみたいなエリアがあるということで、ハンドルと、ブレードの、接合関係不安定になったり、例えばここの部分だけ接着が剥がれてパキーンってなったり浮き上がったりということがまあ頻繁に起きがちだから、ここにかっちり対策をしに来たということで、このなりふりの構わなさと選んだこの径のでかさというものはまあ好感が、持てます。うん。そしてこのハンドル材を選んだ上でオレンジのオプションもありにしてくれたっていうのは、個人的にはすごく助かるし、今オレンジにしてよかった。うん。黒ならあるけどオレンジないかもしれない。もう少し待ってみたいなところでなんとか粘ってオレンジにしてよかったなと思ってます。あとは、もう本当に順番になっちゃいますが、さっきの、このユーコンのモデル違いとして、ここの、スパインじゃなくてスウェッジ部分が、刃つけられるかつけるようにできていないかっていう話なんですが、その時にまあこういう用途で使うものなのだからこういうふうに持つんですが、これが持ちやすい。親指がここのエリアに対してポンと手を乗せて、そしてペッて当てた時に進めやすいんです。これナイフの落書きしてみると分かるんですが、ここがこういう風に、すっごく、おいしょおいしょ、ペンってスーっていうことをデザインするっていうのは結構難しい。めんどくさい。これにしても、あるいはこれにしても、この状態で滑らずに行った時に、ここの加減も含めて、スーッと持っていくことができるような感じで、普段のポジションから表裏をひっくり返して、それでこれもできるようにデザインするっていうのが結構うまくいかないものなんです。それが今、こうやって見たら、ここの膨らみの形状と相まって、やりやすい。この時も大抵立ちすぎちゃって、ここの、まあ、ジムカーペット引き裂いちゃうとこなんだけれど、よいしょ、適当にこういう風にトンってやった場合、こんな風になって、こういう風にすぐ立たないんですね。こんな風に寝かせてポイント側をこういう風に浮かせた状態でスーッと進めに行くことが、コントロールのしやすさも含めてできるようになっている。これはやっぱりハンティング用なんですよね。だからためらっていたということもあるんですけれど、本当にこのナイフはカナダのレビュアーさんがおっしゃって、現にそのように使われている用途が一番ある意味似つかわしいハンティングナイフだからためらっていたという事情があります。うん、先ほどオリジナルの、グローマンはここの薬指、小指のクリップしているここの直線の延長線、おいしょ、を伸ばしていくと刃の根元に当たり、そこから水平になって、でもちょっと膨らみ加減のリーフが出てくるみたいなことを言ったんですけれども、それと同じことをこちらに適用しようとすると、ちょっと事情が変わってくる。明らかにここの最初のブレードの根元っていうものが、さっきのこれを通り越してこちらではなくてこっちに膨らんでるんですよね、これ。だからもうこちらのこれだともう参考にならない。実際はこう立ち上がってカーブしていくからっていうことも含めて、オリジナルが本当に出てこない。せめてこれこれもなこれも参考にならないんだけど、もともとフォルダにするためにそもそもこの辺りが、線として崩れちゃってるから。だから、まあ、極めて雑に言うと、ここのカーブのエリアがすっごく長いし、大きくカーブしているっていう言い方を雑にしてしまっていいのかなというくらい、特定用途に寄せたカーブが長い、カーブだけでできている、カーブとして使うための形状になっているという感じです。はい。うん。これだけ、割り切っているものは珍しくて、ストレート部分が全くない形状をしています。そして刃の根元というものも、顎に近いところから、こういう、垂直に近い立ち上がり方、あるいはこちらに対して水平みたいな立ち上がり方をするんじゃなくて、もうここからカーブ軸を大きく取るために、もうこちらに膨らんで上がってくるということを容認しちゃった上で、ここの、
指のエリアのくぼみの、深さを浅くしてでもこのカーブを作りたかったという形でこのブレードのエッジライン全体ができています。さらに言うとしたら、グローマンのオリジナルもこの原型をとどめない、ホールドスチールと同じで、刃の前方も根元側もグラインドされている部分のグラインド幅というものは同じだったんです。これ明らかに違いますよね。ということは、この、小刃付けをしている、セカンダリベベルとか言いましたっけ？ここの刃付け角度とは別に刃が入っていくときの、このエリアから例えば3ミリ入った時のここのハーツとここから3ミリ入った時のここのハーツが違うということを意味します。すなわち根元側の方が刃が分厚くなってるんです。刃を食い込ませた時に。ということは根元側の方が、相対的に前方の方よりここのブラインド幅が大きい部分より強度が高いということになります。その分だけこの根元側でちょっとゴリッとしたちょっと刃が傷みそうな作業というものをある程度引き受ける、あるいはということを、やろうと思えば無理にやろうと思えばできるかもしれないし、あるいはそういうことあまり考えてなくてとにかくスライスするためだったかもしれないけれど、とにかくスライスのために形状ができていて、さらにグラインドもこちらのこのスライス動作というものに合わせたグラインドになっているということで、本当にこの操作のためにあるようなナイフです。なので、これは、なので、リンゴ切れるかって言えば、切りに行くことはできる。こちらからザクって切りに行くっていうのには向いてるんだけれど、それはできなくはないとは思うんですけれど、こんな風に、リンゴがあるとして、この上の頂部のあたりに食い込ませてから入れていく、前方に入れていくというのは、操作としてはありなのかもしれないけれど、それよりも圧倒的に向いているのは、こちらのこの操作だと思います。そして、それができるようになるために、このオリジナルではないコールドスチールでも共通しているんだけれど、このハンドルのスパイン側のラインとブレードが立ち上がるラインがはっきり鋭角で角ができているっていうポイントがオリジナルにも存在するんです。だからここははっきりとした曲線でも何でもない、どういう性質の角って言えばわかります。言えばいいかわからないんですが、ノートとして何ていうのか、製図ソフトとして何ていうかわからないんだけれど、要するに、この親指を当てたり人差し指を伸ばしたりするとき、特に人差し指を当てようとすると、この間に、おいしょおいしょ、こっちか。よいしょ。カマーン。空間できちゃって、ぴったりとハンドル幅に沿わせた上で、指を沿わせてやるというよりも、こういう形でこの点で押さえて、マニピュレートしに行くことになるから、この辺りが辛くなっていくんですよね。はい。こちらにしても、この、スパイダルコでもよくある話なんですが、こうやって盛り上がられてると、ここでストッパーさせられてしまう。こっから前に刃を伸ばしたいのに、その時にやりづらいという時に、直縁みたいな、おいしょっと、ここのハンドルとブレードの境はそのままつながっているモデルというものが本当にありがたいということがあって、今回のライブソバですか、それは本当にむちゃくちゃ意識して、もう、ここはここまでつなげるんだということで、ここの角度のギャップをゼロにしています。はい。しかもそれでうまく成功している部類だと思います。このガッタンっていう段差っていうのは、ナイフに限らず、あまりに幾何学的つうか抽象的なこのモデルの中でも、この刃は一体ハンドルに対してどっちを向いているんだということで、相当違和感を、第一印象として持つような形をしているんですが、でもそれでもなんとなく手で持った時に、このグリップを固めた先の刃が向く先というものが、やりやすいから、そこからさらに、ショートクリップをしに行って、このくぼみの方に小指と薬指をクリップさせて、あとは腕を塩梅して、こういう細かい持ち方を、おいしょ、点々点としに行くときもなんとかなって、さらにちょっとしたガード機能もあるというような、
ことが実際にはできるんだけれど、このナイフ、ナイブズ・アラスカのこのユーコンについてはそれだけが目的ではなくて、スライスの方をやりたかったから、ここの親指で合わせるときも、人差し指で沿わせるときの様子というものもこれくらいないとダメだったし、そのチェッカーリングっていうのか、カマン。これですね。ここを普通にちゃんとストッパーとして細かくしなければ用なさず、これでは全然ダメだから、こんなのはダメだということがはっきりわかるという、感じになってくれています。だからここが大変重要で、ここに親指を当てた時のポジションの当たり方っていうのは、これはスパイダルコでは絶対に再現できないと思います。ちょうどこの部分にサムホールがある感情になるから。うん。その上で、テーパーですけれど、もう、もちろん前方テーパーほとんどないんじゃないかと思います。うまいことヒットしてくる。ないと思っていいですね。前方に少しだけあるかもしれませんけれど、うん。それはそのように、見える理由は、ここの、スウェッジっぽく、実際はこう持った時に滑りやすくするためのここのカーブドエリア、スパインっぽく、スウェッジっぽくなってるカーブドエリアがこうやって削り込まれているために刃の方の、厚さの方がじわじわと薄くなってるから、そのように見えるというだけの話で、実際はテーパーされていない。そして用途はこれは本当にショートグリップもだいたいこのくらいが前端かなっていう、よいしょ、形で、あまりギリギリまで持っていけませんね。小指あたりで基準でショートグリップを考えたときに、だいたいよいしょっと。こんな感じになるということで、それ以上のことはあまり許容していないという、感じ。こっちだと、もともとこれ歯短くなっちゃってるけど、こういうこともできなくはないんだけれど、むしろこちらの方が、ちょっとブレード大きいのかもしれないけれど、いろいろ含めてここで止めろって言ってるような感じも、するということで、これは本当に用途に特化してんのかなと思います。ちなみにリバースで持つと、こんな風になりますが、これで何するんだって感じですね。ただし、このハンドルは持ちやすい。小指でクリップ前で持ってタップして、こちらで持って、手の中でコントロールして、この辺りでクリップして、こちらへくるっと回して、くるっと切り返してっていう時にいちいちグリップしてくれるこのベタつき感素晴らしい。そしてこの視認性素晴らしい。安全性素晴らしい。これはライヤードちょっとつけるかもしれないけれど、つけたくない操作性ですね。そして今ちょっとやっちゃったんですが、この時も小指がブレードに引っかかりませんでした。はい。刃の方に小指がいっちゃってテンっていって怪我しそうなものなんですが、あまりいかなかったですね。これは、ここの部分の、ハンドルの分厚さがなくなるところをちょっと意識しながら、このボーダーあたりを保って意識して、この位置を、覚えていくような感じにすれば、比較的こういう取り回しの時も事故は起こりづらいのかな。ここのあたりを意識して、このあたりに一番ブレード側の指があるような感じで、今も、こういうところで意識していれば、ここまで刃が届いて、しまって怪我をすることがないというような感じにできている気がします。で、これは、雑用に向くかできるだろうとは思うけれど、食材に向いてるかどうかわからない。
食材、ビーバーの解体が食材に当たらないのか、人バカにしてんのかって話になっちゃうんですけれども、スーパーマーケットで買ってきた、加工済み食材を、調理して、部材、鍋にぶち込むために切り分けたり、トマトをスライスしたり、盛り付けるためにきれいに切ったりみたいな作業にこれが向いているかって言われると、どうなんだろう。やってみないとわからないんだけれど、そのためにできているナイフでは明らかにない。これは今、経過がバタバタしていたけれど、今これ持っていて、本当に入手することができてよかったと思ってます。はい。オリジナルは違う。ある意味、はい。オリジナル、DH ラッセルがデザインしたオリジナルデザインとしてのグローマンはあるんだけれど、そこから、目的を持って、この形状を元にしてモディファイしたものの設計思想が生きている感という感じで、これは持つことができて、今届いてくれてよかったなと、思ってます。そして D2 なんですけれども、このカナディアンベルト、ナイブズ・オブ・アラスカ版の、このカナディアンベルト、ユーコンをレビューしてくださった方、この D2 のことも褒めちぎってました。罰金って、欠けてしまったりしないし、刃持ちも、してくれて、不満はないという形で、おっしゃっていて、僕も、D2 直接普段使ってはいないんですけれども、セミステンレス、炭素含有量が少ない、ステンレスということで、結構炭素鋼に近い怖い、切れ方をするんですよね。鋭さというか、そして全然研げるだろうということで、そちらに対しては、もともと、その代わり若干錆に弱くて、あと、ちょっと刃こぼれ、チップがしやすいという一般的な性質が言われていて、だから、敬遠するという方も昔から大勢いらっしゃったんですけれども、それ含めて別に、今回はいいかなという。しかも、鋼材として機能しているっていう方がいらっしゃったということで、その軸と、ロッドが同じか、熱処理の、クオリティが変わっていなければ、全然 D2 でも構わないと、思います。そして、ただ D2 っていう名前で信頼するというよりは、そのメーカーが D2 として使っていた鋼材に、ナイフとしての信頼性があったかっていうのが意外と重要だったりしまして、同じ D2 といっても D2 っていうのはいわば AISI の、工業規格の一つの成分表の、表記に過ぎなくて、それを、精錬する製鉄所の、が作る、鋼材のクオリティによって鋼材の出来が違ったりすることがあるんです。それだから特定のメーカーの、特定の、鋼材が、これダメじゃん、だからこの鋼材ダメじゃんって言ってる人と、このメーカーのこのナイフのこの同じ鋼材ですごく良かったぞ、違うじゃんっていうあたりが衝突するということで、例えば AUS の08だったかな、AUS の8っていう鋼材、ステンレスの鋼材について、ニュージーランドのナイフメーカーの人が、確か、愛知製鋼の AUS8 はいいとかいうことをおっしゃっていたということがあるので、そういうつてでそういう信頼できる一定規格内の鋼材を、継続的に仕入れて、継続的に評価される形の熱処理と形状を持って送り出すメーカーの鋼材があれば、それはこっちにとって大変都合がいいというわけのわからない形になってしまいます。そして今回のこのナイブズ・オブ・アラスカの D2 のケースがそれに該当してくれること、今本当に箱から出したばかりなんですが、強く願っています。アメリカの、ナイフ、
業界市場というものは結構なんかボロボロというか変な感じになっていまして、なんだったっけ、まあ、一番代表的なのがつい数ヶ月前に、バグリーバーがぶっ潰れたことなんですけれども、それ以前に、粉末工とカマビスし、その粉末工の圧煙を担当する会社がぶっ潰れて、そのあたりの供給ができなくなったりというか、まあ、あれこれ足元崩れてるんじゃないかみたいな事態が多数起きていまして、さらに内部オブアラスカについても、カスタマーサポートがなんかこの人、あれちょっとやり取りおかしくありませんかみたいなことの不満を、言っている方の動画が出てきたりすることもあって、しかもそれが結構コンパクトで少し興味があったフォルダリングナイフの対応についてそういうことが、えーとしえー起きていたりということもあるので、業界全体ちょっとガタガタしているのでは。だからそういうところで D2 と言われているナイブス・オブ・アラスカの D2 も何かの表紙でどこかのタイミングで鋼材や熱処理のプロセスとか中身とかがガラッと変わってしまっていないかというのは今でも結構怖いんですけれど、まあ、そこはもう少し頑張ってください。これが届くまでそうなっていてくれればとてもありがたいといったところです。あと、鋼材についてもう少し言っておきますと、まあ、とてもモデルについて、このモデルについても、他のモデルについても、この人たちは新製品のデザインとか発表とかいうものを、する気がないのではないかっていうくらい、ラインナップをこの、メーカーは変えていないんですが、そしてずーっと動きがなかったんですが、ごく最近、鋼材としてマグナカットというものが出て、そのマグナカットを部分的にじわじわとこれ以外のモデルに対して採用しているみたいな流れが、ありました。はい。なので、マグナカット採用してると思って、それなら UFO やってんじゃないかと思ってワクワクしてみたら残念ながら D2 だった。もしマグナカットだったら、まあクソ高くなったとは思いますが、マグナカット持ってないし、この形にマグナカットなら悔いはないということで、むっちゃくちゃお財布に痛いけれど、まあ、頼んだかもしれないということなんですが、まあ今回マグナカットではなかった。でもそういうところは、じわじわと時間をかけて、結果が出るのを待って取り入れてるみたいなところがあって、なるほど、こういう取り入れ方でもあるんだし、まあ別にそれでもいいやと、まあ思ったというところがあります。鋼材っていうのは、なんだろう、1ヶ月、そのパフォーマンスが出てきたからあっという間に定着するとかいう性質のものでは全くなくて、評価されるのに時間がかかるし、評価が定着したらそれを変更する必要がない期間が相当長く続くという性質を持っているものだと、まあ、以前僕は雑誌で見たような、記憶があります。まあ、ナイフ用の鋼材というものは別に、そのナイフの鋼材として、開発されたものなど、ほとんどというか全然存在していなくて、実際は、航空機のタービン用だったり、あるいはもう少し原始的なことを言ってしまえば、米軍のジープのサスペンションのスプリングだったり、あるいは原発の配管の材料だったりするところを刃物に使えるんじゃないかみたいなものの中でちょっと役に立つものが、ピックアップされたという事情でナイフのステンレススチールの、分布っていうものは今まで出来上がっていたんですが、まあそういうものだとまあ別にでかい大口の需要があり、そしてそこで供給が安定している状況下でもって、で、そこで防災、耐食性能とか、耐摩耗性能とか、高度とかという要件を、一定以上満たしている鋼材があれば、別にそれで供給上の問題はないし、実用上の問題も他のバリエーションの、鋼材との、行ったり来たりっていうのかな、取捨選択でもって対応できるということで、まあ、440C とD2 と、あとは、
154CM とか、その他もろもろ、時々、工具工が混ざったりみたいな、ラインナップで、全然構わないみたいな状況がずーっと続いていたということで、そこでマグナカットが出てきたっていうのが、結構、そして粉末工、それに先立って粉末工技術が出てきたっていうことで、いわば冷戦前の後から、何だったっけ、911あたりに至るまで全然変わらなかった一時をいきなりガラッと動いたということで、結構前代未聞なことが起きているんですが、それらでもってパフォーマンスが上がろうと、D2 がマグナカットになろうと、ナイフのパフォーマンスがその分、例えば倍になるっていうことはない。倍ってなんだっていう話ですし。はい。なので、この、ナイフの鋼材に関しては、なんだったっけ。カナダの素晴らしいレビュアーさんの使われていた D2 と同じクオリティを持っていればそれで十分だし、その時トラブルが起きたら自分でその分モディファイですればいいし、その時間違ったら自分の責任だし、もうあの方の容認範囲というものを僕はすごく信用したいという感じで、それと同じ水準でこのナイフが作られていればいいなという感じです。で、ハンドルの方、分厚さとしては、これくらい、それに対して先ほどのすっげえごつかったグローマンのフォールディングナイフバージョンがこれくらいということなので、むしろフォールディングナイフの方が分厚い感じです。そしてこんな分厚い必要はなかったし、こんな重くなる必要はなかったということで、これがもう自分にとってはハンドル分厚さの厚さとしてモデレートかなって、個人的に適切かな、手に合ってるかな、好みかなという感じになっています。これは、しかもちょっとポイントがこうした時に、やっぱ上にポイントが逃げている感じになっているので、やっぱりこれはスライスするときにポイントの位置のコントロールも含めて、よいしょ、っていうことだから、日頃のこれでポイントが合う角度、ポイントが立つ角度よりも少し、縦加減にしないとポイントが当たらないみたいな感じになるので、ちょっと加減は変わるかなと。ハンドルは扱いやすいけれど、そのあたりでブレード形状の方がちょっと変わるかなというところです。でもって、シースナイフということで、本当に進行がむちゃくちゃで、なぜか1時間25分経っていますけれど、シースがついているという感じです。本当にこのシース、グローマンもそうだったんですが、このシースが嫌で、こういうものをずっと買わなかったみたいなところがありまして、よくあるレザーシース、別にこれはそんなに、めちゃくちゃな作りでも悪いものでもないとは思うんですが、レザーなので、これ、極端な話を言ってしまうと、上からウリアって言えば、皮貫通してこちらまで裏まで抜けてしまうんです。そして、よいしょ。これをこのようにして、よいしょ。スルーッと入れていけば、こうなり、そしてここでボタンをスナップすれば固定されて、そしてここにベルトループが通せたり、あるいはここに紐通しておいて S ビナ通したりしておいて、どっかにフックしたりということができるのですが、そしてこれがそろそろ危ないからしまっておこう。これはちょっとした拍子で脱落するから台所くらいですかしか、シースとしては使いません。つまりこれが、不安定で長持ちしなさそうだし、僕は扱い雑なので、これで、ズバって入れるときになんかぶち抜きそうなんですよね。あるいは上にぶち抜いちゃったり。これを持ってスルーッと入れるまでの間にこの中のどこかに引っかかりませんかしら。怖いとかいうのがあったり、例えば血がつきまくっている時にここで入れちゃったら怖いし、今、カメラ越しにこうやって操作してるからなおそのことなんですけれども、メガネ外してるか。血合いついたらこれ絶対に内側掃除できないし、ちゃんとスルーって入れてんのかよくわからない。
さらにこの入れようとするときにこのボタンスナップのあたりの延長部がその動作の邪魔をする。そして入れた後でも、これでもある程度固定はされるけど、ボタンスナップみたいなめんどくさいことをやらないといけない。さらにこれはここにベルトループがある性質上、これベルトに通して運用しなければいけないのみたいなところがあって、僕はちょっとこのレザーシースというものを、ベルトにつけて運用するという、スタイルにちょっと馴染めそうにないという状態です。だから、グローマンの方のオリジナルも含めて、今まで、シースナイフバージョンを買ってこなかったという、経緯があったりするのですけれども、そこまで気に食わなかったとか、言いたいのならば、おいしょっと、自作すればいいんですよね、こんなものを。こんな感じでカチャってやって、ここから押し込んで、そしてボタンスナップもクソもなくて、もしも、それらが全部、めんどくさかったら、こちらでロックもしといて、これで、絶対脱落しないような状態にしておいて、ボタンスナップもレザーゆえの、メンテナンスの、複雑さと危険さも、これが薄すぎることによるリスクも、スロットしづらいデメリットも、ちょっとコンパクトでなくなるあたりも、本当に気に食わなければ、レザーで自作、カイレックスで自作してしまえばいいかと思います。特にこの、ナイフ、ハンティング用想定となると、普通に考えて、血が平然とつくわけで、それに対してレザーシースっていうのは本来あまりいい選択肢ではないし、レザーシースの中にナイフを入れておくと、普通その中の鋼材というものは錆びると言われているので、そしてこの D2 というものは若干錆びやすいセミステンレスだから、普通上のステンレスほどクロム材、含有量が、含有比率大きくないから錆びやすいということで、それだからこのユーコンも若干、表面の方にコーティングがされていたり、うっすらコーティング系のものがされているような気がする、と思います。ということなので、シースは保管用としてであっても、ちょっとこの辺りやりづらいけれど、めんどくさい、そのままにしておこうということであれば、おいしょ、なんとか、この独特の形状に合わせて、この状態でホールドしておくという用途には、十分なシースにはなっているかと思います。そしてこの内側のコバっていうのかな、ここのところよってこの茶色でないこちらの部分に塗料なりし何かしらを眼心させて、レザーに、表地と裏地みたいな概念があったと思うんですが、その、皮膚側、表皮側、毛が生えている側じゃない、こちらの方の、毛羽立ちが、そのまんま、残っているような、状況。こんな感じですね。例えば、バークリバーだと。これを潰してると思います。なので、その分、水の侵入が抑えられるということで、これ、裏地もそうだよな、多分。バッチリ潰してきてますね。これだけでカットしちゃうみたいな事故も、相当減ると思います。この時にスパスパやっちゃって、こういう部分に切れ込みが入っているんですが、今のこの、小刃立ちみたいなところを、こういう部分も含めて、ここになんか黒い何かを充填させているということで、ここの耐久性を少し上げているような気がします。だから、そういう意味で、ここのレザーの内側どうやっているかまではよくわからないし、これが本物のレザーかどうかもだんだん関心がなくなってきているんですが、ここの、処理は個人的には好きですし、このレザーっぽい、レザーシースっぽい、レザークラフトっぽい、こういうここの、積層面の仕上げ方よりもうるせえもの入ってくんなみたいな感じのこれでいいし、もちろん作りはこういうところ雑だけれど、
まあ僕、このソフトすぎるバークリーバーのこのゲームスキーパー2の、シースが、むちゃくちゃ苦手なので、まあそれに比べれば通常保管用として、まあこの、レザーシースは、日頃使い物になるかと思います。なので、まあちょっとしたループみたいなものをここに置いて、S ビナを置いて、なんかフックして、これから、何でしたっけ、まあ、ちょっとした雑用用に、フォールディングナイフとかの代わりに、例えば梱包を外したりして、これからまあじわじわと、使ってはまあ遊んでいく、つもりでいます。うん。何か言い忘れたことあったかな。まあ、ほとんどなんか、まあ、これだけだらだらベラベラなんかわけのわからんこと喋ってりゃ、大体なんとなく、終わっているとは思うんですけれども、うん、もともと大した、メモすらかけていなかったけど、まあ、とにかく、これは、もし、こういう、形状、あるいはどこだったっけ、これだ。これにせよ、ちょっと興味のある方は一度手に持っていただけたらなということをお勧めしたいです、個人的には。そして、今この為替の都合上、このオリジナルももともとただのステンレスなのになんでこの値段やねんみたいなことになっちゃってるし、このコールドスチールの方もなんで12ドルが今この値段になってるんだっていうすげえ悲しい状態にはなっているんだけれど、このわけのわからない、ハンドル形状は、人によっては、癖になります。あと、そうだ、絶対に言っておかないこと、置かないといけないこととして、ハンドル形状が特殊であるために、はっきりとした欠点とか、万能のハンドルナイターのカナダのレビュアーさんもおっしゃっていたけれど、ハンターさんも、一番明確な弱点として、こっち方向にトルクをかけに行くという動作がすごく苦手です。スイーッとやっていく動作ならコントロールの仕方もいくらでもあるんだけれど、ハンマーグリップして例えばキーを削りに行くとか、でかい段ボールの箱を解体するとき、しかも、出てこないか。箱のを、箱についている折り目のに沿って全部切れ目を入れちゃって、短冊を積み上げるようにしてコンパクトにしてしまって、まとめて捨ててしまうような操作をするときに、ズバーって刃を通しに行くみたいな操作をすることがある。そういう時にこれが強いかっていうと、あまりそうじゃないし、最たる説得力としてハンマーグリップをするっていう時にここがくぼんでいるっていうことが、さらにこことここの間に隙間が空いちゃう、なんていうのかな。なので押し込む時に力が逃げるみたいな、あるいはこっちに逃げちゃう。今もうずるってここの辺りでハンドルが手の中で滑りましたけれど、そういうことが起きてしまうことが望ましくないような使い方をする用途の時にこれははっきりと向きません。で、まあそういうストレートなハンドルの、まあこのくらいのサイズのナイフっていうのを僕ほとんど持ってないんですが、一番わかりやすい対象例としてこういうプーコのこういうハンドルをハンマーグリップしてそして木を削るみたいなことを考えたときに、ここのグリップとハンマーグリップとか、ハンマーグリップをしたままで、よいしょ、力を伝えに行くときとかの安全性、信頼性、操作感というものは、全く、仕方がないんですけれども、こういう、専門というか、こういう、シンプルな、形状したでもしっくり手の中に収まる別のベクトルで完成されたハンドル形状には絶対に及ばなくなる面が絶対にこのカナディアンベルトでもは出てきます。まあもちろん、その分だからこういうことはできるしみたいなことでこちらにはメリットがこちらはこちらでまあメリットがあるのでこの形状はちょっとなんかなうん
売れ線のミリタリーみたいなものとか見てると肩凝ってくるんですけれど、こんなへんてこなものないですかっていうような、あるいは、こんなミリタリーみたいな、エルゴノミックのものがめんどくせえからこっちが好きとか、なんというか馴染まなかった場合に試しに持ってみて、もし馴染んじゃったらめっけものみたいなところなのかな。この、ハンドルは、好きな人は、とことんハマるので、そして、この動画で実際に、トマトを切ったり、なんか具体的に、例えば段ボール刻んだり、何か、魚さばいてもいいですよね、これ。試しに。魚剥くかな、いけるかな、これ意外とザクっていくときに、いけなかないような、こっちに入れてってできなかないかな、普通のフィッシングの方がいいのかなとか、あるかもしれないけれど、具体的に使っていて何か起きるということを、今回一切できなかったから、説得力はゼロに等しいんだけれど、こんな、ものでも、紹介でも、それきっかけに、この形状面白いかもと、思ってくださる人がちょっとでも増えると、私が、少しだけ、嬉しくなるということで、普段、ある程度使ってからでないと、全く、それに、使ったとしても、その、用途とか限定の仕方とか、密度とか、必要性とか、はっきりさせないでこれは良い悪いとか言っていても仕方がないみたいな、ものばっかりになるし、この動画もその一部になってしまいますけれど、これは、最初、こうやって、始めた時は、状況が許さなかったので、ほとんどやけくそになってムカついて、とにかく注文した。いつ届くか分かんない1ヶ月間をじりじり待って、やっと届いた、万歳、勝ったぞって言ってるだけの動画になるかと思ったら、うわはーはーというような、ことにはなっている。これ実際届く時も、アメリカの方で山火事があって配送遅延があったり、関税の関係で、どうなるか分かんないとか、あるいはその関税のせいのおかげで、関税とかの措置が、バーカみたいに変わるおかげで、何でしたっけ、あなたはナイフの、取引事業者ではないためにこの取引を受け付けることができませんとか言ってくる海外通販の人がいたりして、紆余曲折はあったんですけど、どうでもいいですね、もう。届いちまえばこっちのものです。で、持ってみたら、これは、ふふふふふふふということで、こっから先は自分の楽しみということで、今回の動画終わっておこうかと思います。では、以上になります。